日本という国狂ってます。何か突き抜けてるんです。皆さんは毎日見てるから気づかないですよね。でも、韓国人から見ると、そこまでやるの連続なんですよ。なんでここまで細かい？なんでここまで優しい？僕は韓国で19年、日本で9年、合計28年、この2つの国を見てきました。今日は韓国人から見たらガチで衝撃を受けるのに、日本人にとっては、いや、普通でしょなことをいつ全部お伝えします。トイレ、フードコート、テレビ、日本語、警察です。一つ目、トイレの様子がおかしいということです。京都駅のトイレ見たことあります？あの案内板、普通じゃないらしいですよ。韓国人の反応、これです。日本ってこういうの誰が作ってるの？ここまで細部にこだわるなんてありえない。正直、海外からしたらその通りなんですよ。だってトイレですよ。用を足す場所なだけですよ。なのに、着物を着た男女のピクトグラム、しかも他の場所にいたら、また他のデザインだったりしますよね。僕が見たのはヘルメット姿だったりとか、スーツ姿だったりとか、こんな感じで観光地とか、その地域仕様になってるんです。僕それ見るといつも思っちゃうんですよ。ここまでやる意味あるのなんですね。でも同時にこういう細かさめちゃくちゃ面白いってなります。一方で日本人からするともう日常なんじゃないですか。ああ、ちょっと遊び心あるねくらいじゃないですか。街の特徴を少しだけ入れてちょっとユーモアを足す。これが普通ですよね。韓国ももちろんですよ。似たようなデザインありますよ。でも、ここまでの頻度ではやらないと思ってます、僕は。韓国は基本、コアに集中する設計だと思うんですね。僕はそれもそれで好きなんですけれども、例えばカフェ2種類だと思っていて、1種類目はコーヒーを200円くらいでもこんないっぱい出しますよ、みたいな、もう暴力的なカフェだったりとか、2つ目は内装おしゃれにして写真映えさせるみたいなスポットよく見ますよね。だからこのどっちかに極めていけばお客さんはどんどんお金使いますし、僕も200円のコーヒー飲めて嬉しいわけなんです。世界的に見ても、どっちかなんですよね。価値がある部分に集中しましょう。だから、なんで日本人って見えないディテールまで作り込むのか、非常にうまいんじゃないか、みたいなことを思ったりするわけですね。2番目はですね、フードコートって何これってなっちゃうんです。これ韓国人が日本にお店に入るとちょくちょく言うセリフなんですよ。何これ赤ちゃん専用なのちょっと感動なんだけど、みたいなことなんですね。そう。日本のフードコートとかお店って普通にあるんじゃないですか。ベビーチェア、小さいテーブル、キッズスペース。さらに言うと、ショッピングモールに授乳室とかおむつ替えスペースとか、キッズ用トイレとか、セットで揃ってるじゃないですか。皆さんこれ普通ですよね。タイムズカーシェア乗って後ろになんかチャイルドシートあっても、いや普通でしょ。公園にいても当たり前のように子供のスペースあるしみたいな。子供がいる前提の設計が、その家族がよく行く店とか場所にありますよね。で、韓国ね、これ最近の話なんですが、ちょっと違うんですよ。もちろんありますよ、韓国でも。なんかキッズスペースだったりとか、なんかベビーシートだったりとか。ただね、これも頻度の話でして、どこにいても見つかるレベルではなくなってるような気がするんです。これね、韓国の出生率、皆さん聞きましたよね。もう0.8ぐらいになってるんです。これ世界最低レベルらしいんですね。で最近は幸いなことに0.9までは上がってるっぽいですけどね、まだまだね、頑張れるところがあります。だから韓国最近の流れはですと、子供向けの施設はちょっとずつ減っていってですね、その代わりに何が入ってるかわかります？ペットが入ってるんですよ。ペット市場爆伸びしてるんですね。実際ね、韓国はペット関連約6000億円規模まで成長しています。これがね、毎年10%レベルでどんどん市場が大きくなってるんですね。カフェも猫 OK とかペット OK の店増えてるんです。皆さん韓国行ったらペットと一緒にいる人の方がもしかしたら子供と一緒にいるよりも多いかもしれないんですよ。つまり最近ね、社会の前提がちょっと違ってきてて、日本子供と一緒に行きましょう。韓国は一人でもいいですよ。ペットと一緒にしましょうみたいな店がですね、一つ二つずつ増えていています。だから、韓国でそれを見てて日本に来たら驚くわけですね。3番目はですね、大谷さんの表情がやばいということです。これ、韓国語のリアクションのそのまま訳すと、こんな無感情な顔でホームランを打つとか、マジで恐怖なんだけど、って書いてあるんですよ。いや、ほんとそうなんですよ。普通、ホームランってテンション上がるじゃないですか。そしてガッツポーズやって叫ぶ、喜ぶじゃないですか。でも、大谷さん、打った後も、なんか単純作業してるみたいに、韓国も、大谷さん好きな方多いから、でもね、韓国人は違う感情入ってて、別の感情入ってくるんですよ。怖いなっていうことです。いや、感情なく敵さばいてるなっていう恐怖なんですね。でも、この間 WBC やって日韓戦あったじゃないですか。同点の状況で先の顔なんです。こんな顔してるんですよ。絶対私たち撃たれるって分かってるんですよ。だから、とんでもなく恐怖なんですね。いや、だからね、僕が仮
仮にね、ピッチャーだったとしたら、もう大谷さんいたら、どうしようどうしようなると思います。だから、日本の皆さんが、いや、大谷っていう方が、職人のなんか美学見せてくれてるな、だと思うんですが、韓国が、それが敵だったら、いや、マジで静かな怪物だ、怖いわってなってしまうわけなんです。で、4番目はですね、日本語が想像と全く違うっていう話です。これ、日本語勉強した韓国人も100%一回は混乱します。韓国人の感覚だとですね、嘘っていうのは騙すつもりで言うものです。でも、日本語違います。普通にこう言いますよね。ああ、嘘ついた。今の嘘みたいな。いや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 、騙してないよねって韓国人からしたらなるんですよ。ただ、言い間違えただけなんじゃないのみたいな言っちゃうんですね。だから韓国ではですね、この嘘に対応する個人丸という単語があって、これは意図的に相手を騙す発言を指しています。だから韓国語で先のケースなら言い間違えたという韓国語を使います。でも日本語は事実と違った、ちょっと間違えたみたいな形で軽く嘘って言うんですね。こういう細かい違いがあるんですね。僕自身もですね、9年間日本に住んだんですけども、日本に住んでて日本語を話していると、韓国語の感覚で話すと、数千回もミスるんですよ。例えば最近、妖精という単語を使いました。僕はね、残りの人生くらいの軽い意味で使ったんですよ。でも、日本で妖精という意味は、お年寄りが人生の最後を過ごす期間ということなんじゃないですか。だから、妖精、韓国語で翻訳して使う妖精という単語と日本の妖精は全く違うわけになってしまうんです。だから、この単語の温度感って日本語と韓国語で違う。同じ意味でも場面、ニュアンス違う。だから僕は日本語難しいなってなるんですね。でもこれ理解すると一気に面白いんですよ。だってね、僕は日本語を今喋ってるんですが、どんな日本語を知らないのかを知らないんですよ。指摘されて知るんですよ。面白いんですよね。5つ目、警察の動きがありえないんです。これね、韓国の方動画見るとざわつくんですよ。これ大会なの？しかも女性部門ってどういうことってことですね。この内容ですと、日本全国の交通機動隊による安全運転競技大会女性隊員が白バイで、低速9000回を競うみたいなことなんですけれども、皆さん普通ですよね。なるほどね。白バイの皆さん頑張ってるんだね。白バイの方うまいよね。でも、ね、韓国の方からしたら、いや、警察って犯人捕まえる組織ですよねってなるんですね。で、さらにね、白バイはわかるんですよ。でもね、女性隊員がいるとか、全国大会がいるっていうのが、もう韓国人からですと完全に異常。韓国も白バイあります。でも役割シンプルです。取り締まりに必要な最低限の運用なんですね。だから SG 走行早くしますとか、極低速バランス取りますとか、急旋回しますみたいな、これはね、日常生活でできればいいんじゃないのぐらいのノリなんですね。でも日本はね、なんか芸術、アートになってるじゃないですか。これ面白いんですね。さらに女性白バイで、韓国僕の見た限りだと見たことないです。そのニュースとかテレビで見たことなくて、日本だと普通にいますよね。で、最後、競技にするっていうところも面白くてですね、これね、多分ね、韓国と日本というよりかは、世界と日本な気がするんですけれども、他の国って大体目的重視とか効率重視が多いと思うんですね。だから、警察だったら取り締まりができればいいよねという目的達成なんだと思うんですね。でも日本はね、やるなら極めるっていう考えなんですよね。もう職人ってことですよね。これも面白いですよね。時速 5km 以下でバイクを倒さない。幅 30cm のコースをパパパパって回る。傾斜もう10度、20度、30度でも U ターンババッとしてもう速く走る。これもスポーツレベルですよね。このこだわる美学、極める美学。これが日本という国なんだと思いました。日本の日常って住んでると当たり前すぎて気づかないですよね。でも一歩外から見るとそこまでやるってことが僕9年住んでも未だに見えてきます。逆にですよ、韓国にも韓国の当たり前があって、それぞれおそらくちゃんと理由があると思っています。文化ってこうやって他の国と自分の国を見て初めてわかるものかもしれません。だからね、皆さん海外に行く機会があったら、ぜひこの人たちの普通って何だろう、その普通っていうのはなんでそうなってんのみたいなことを考えてみると面白いと思うんですよね。きっと見え方変わると思います。皆さんどう感じましたか？共感したら高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、以上パクンでした。ありょ